皆さん、こんにちは。みきこです。今日は日本の面接についてお話ししようと思います。私のポッドキャストを聞いてくれている人の中で、日本で働きたいと思っている人はいますか？最近は日本で働く外国人がたくさん増えています。外国人が増えているなぁと感じた話は特別編で話していますので、よかったらそちらも聞いてくださいね。私は仕事柄、今までたくさんの面接を見てきました。ですので、私なりに感じていることを皆さんにお話ししたいなと思っています。そうそう、ビジネス用語についてはエピソード9で話していますよ。実はその動画がたくさん再生されているんです。もしかすると日本で働くことに興味がある人が結構多いんじゃないかなと思って今日は面接をテーマに選びました。さて、少し私の個人的なことをお話ししますが、私は日本で働きたい人にゼロから日本語を教えています。だいたい6ヶ月ぐらいで JLPT の N4 レベルぐらいになっています。6ヶ月で読む、書く、聞く、話すの4技能を身につけるんだから本当にすごいなぁといつも感心しています。彼らが JLPT の N4 か JFT の A2 に合格したら、今度は履歴書を書いて面接の練習をして面接を受けます。そして面接に合格したら日本で働けます。面接ってどんな質問があるの？どんな風に答えたらいいの？って思いますよね。外国人向けの面接に特化して今日はお話ししますね。まず最初に必ず聞かれるのは自己紹介です。まあ、これはどこの国であろうが、初めて人と会ったら、まずは自己紹介ですよね。名前、出身、年齢は必ず言いましょう。それから名前を言うときは、ゆっくり、はっきり言いましょう。日本人にとって外国人の名前はとても聞き取りづらいです。それから名前が長い場合、例えばリサ・ゲイ・ハミルトンだとします。名前を言った後にリサと呼んでください。みたいに呼びやすい部分を伝えると親切でいいです。外国人との面接では会話のやりとりがスムーズにできるのかも知りたいので、自己紹介で趣味や長所、短所など履歴書に書いたことを全部丸暗記して言うのは避けた方がいいです。自己紹介は長くても1分以内で簡潔に話して、その後の面接官とのやりとりを楽しみましょう。じゃあ、面接で聞かれたら答えられるようにしておいた方がいい質問をいくつか紹介しますね。趣味は何ですか？特技はありますか？長所を聞かせてください。短所を聞かせてください。最終学歴を聞かせてください。今まで働いたことはありますか？なぜうちの会社に応募したのですか？なぜ日本で働きたいのですか？どんな日本文化を知っていますか？日本で行きたいところはありますか？今まで
どのくらい日本語を勉強しましたか？好きな言葉は何ですか？好きな漢字はありますか？人生の中で挫折してそれを乗り越えた経験はありますか？給料の使い道はどうしますか？自己 PR をお願いします。将来の夢をお願いします。最低限、これらの質問には答えられるようにしておいた方がいいです。あくまでも最低限です。あくまでもは最低限を強調しています。私が紹介した質問は最低限なので、他の質問もありますよという意味です。今度は質問への答え方についていくつか大切なポイントを言いますね。例えば、趣味は何ですか？と聞かれたとして、テニスですと答えたとしましょう。これだけでもいいんですが、テニスです。週末はいつも友達とテニスをしています。など具体的に答えた方がいいです。お、この人は聞いたこと以上に答えられるんだなとプラスポイントになります。もしテニスですだけ答えると、週にどれくらいするんですか？とか、テニスはいつから始めたんですか？など、さらに質問が来ることもあります。ですので、どっちにしても趣味に対してどんな質問が来ても答えられるようにしておいた方がいいです。特技についても同じです。例えば、料理が得意です。特に日本料理が得意で、唐揚げや親子丼をよく作ります。みたいに具体的にどんな料理が得意で何を作ったことがあるのかまで答えられるといいです。それから長所についてですが、これは自分の性格のいいところを伝えてください。そして短所についてはちょっと気をつけてほしいことがあります。短所とは自分の欠点なんですが、欠点だけ言って終わらないでください。例えば、私の短所は心配性なところです。これはネガティブなところだけを言っているので、あまり良くないです。私の短所は心配性なところですの後に、私はよく先のことを心配してしまう性格です。ですので、心配事が起こらないように、何をするときも念入りに準備します。こんな風に心配性な性格だからこそ準備ができる人だということをアピールしましょう。短所も長所に変えてしまうのです。それからなぜうちの会社に応募したのですかという質問は必ずあります。例えば、この間、うちの学生で魚の工場に応募した人がいます。彼は魚をさばいたことがあります。ですので、私は魚をさばいた経験があるので、御社の即戦力になると思い応募しました。と答えました。もし本音では給料がいいからと思っていても、それは言わない方がいいです。相手のメリットになることが言えるといいです。本音と建前の話をエピソード5で話しているので、よかったらそちらも聞いてくださいね。それから人生の中で挫折してそれを乗り越えた経験はありますかという質問も時々あります。この質問の意図は、日本という環境の中で働いているときっと挫折することもあるでしょう。
そんな時、どんな風に乗り越えるのかを知りたいのです。会社側としては嫌だからといって逃げられたら困りますね。ですので、人生の中の挫折をどう乗り越えるのか質問しています。私だったら、例えば、オーストラリアに住んでいた時に仕事がなくなって帰らなければならない状況になりました。でも、ビザがある限り最後までオーストラリアで生活がしたくて、求人広告を出しているお店に一軒一軒履歴書を持って回りました。その結果、ケバブショップで働けることになりました。ここでは何事も諦めず、最後までコツコツと頑張ることをアピールしています。こんな風に面接の質問の答えから、その人がどんな人なのかも見ています。はい。今日は日本の面接についてどんな質問があるのかと、その質問への答え方をお話ししました。最後にもう一度面接で大切なポイントを伝えておきますね。まず一つ目は日本語でスムーズなやりとりができるか。実はこのスムーズなやりとりは質問に対して完璧に答えることだけではありません。もし質問の意味がわからなかったときに、すみません、意味がわかりませんでした。もう一度お願いします。と言えることも大切なポイントです。聞こえなかったんだったら、すみません、聞こえませんでした。もう一度お願いします。と言えばいいです。黙り込むのが一番ダメです。一緒に働いた時に、この人はわからない時、相談ができない人かも、と判断されます。ですので、わからなくても聞き返せるというのは大切なポイントです。よっぽど日本語がペラペラじゃない限り、100% 理解できることはありませんので、それから上に書いた面接の質問ですが、同じ質問だけど言い方が違う場合があります。うちの学生も言い方が違ってわからなかったことがありました。例えば同じ意味ですが3つの言い方があります。なぜうちの会社を選びましたか？なぜうちの会社で働こうと思いましたか？なぜうちの会社に応募しましたか？学生はこの質問の答えをちゃんと用意していたのに、応募という単語がわからなくて答えられませんでした。1と2の質問は答えられるのに、3だったために答えられませんでした。これは本当にもったいないなぁと思いました。面接の人は日本語教師ではないので、言葉を選んでくれません。いろんな日本人の言葉に触れるという意味でも、ポッドキャストを聞くのはいいリスニングの練習になるんじゃないかなと思います。私もポッドキャストで話すときは、できるだけ普段使いの日本語を話すようにしています。とはいえ、職業病でわかりやすい単語を選ぼうとしてしまいますが、職業病というのは普段から出してしまう職業上の癖や習慣のことです。はい。ということで今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。